釧路駅。到着。今から大阪に帰りたいと思います。はい、今からこの子を送りたいと思います。釧路探検行きますか。ちなみに釧路ってさ、こっちの方が盛んでる駅で、あっち側もあるよ。東釧路。そう。そっちが栄えてるんじゃない？違う。この釧路でさ、出口こっち側ともう一個あるじゃん。あ、もう一個あるの？そう。行ってみたいですか？行ってみたいです。あそこ地下道見えてますか？あそこの地下道から行けますよ。あそこの地下道が行ける。そう。じゃあまずレベル1の方から行こうか。はい。釧路駅散策だな。はい。よし、じゃあ釧路駅散策。はい。行きます。行ってらっしゃい。魔法みたいな使い方だね。待合室です。あ、ここなくなったんだ。これ昔去年というか1年前に切符とか金券とか古いやついっぱい。めっちゃ良かった。俺この音好き。昔でさ、機関車で走ってきたんじゃん。このくらいのサイズの機関車でここで出入りしてたんだ。これは一つの車輪でここ保存してたんだよ。釧路とか昔なんだろう、栄えてた時期が昭和とかそのくらい、石炭とか結構取れたりとかするので、そこで機関車とかさ、強いやつとかSLとかいっぱいここに行ったりとか泊まったりしてて、高齢者とかあたりらしい新しいよね。でそれ1980年代とかで石炭から新エネルギーとかに変わっちゃってて、徐々に廃止してしまったって感じ。でそこに一番影響がダメージ大きいのがここじゃなくて、ここ結構大きいんだけど、あそこ夕張っていうところ、言ったら開拓するだけ開拓して、使えなくなったら捨てっていう感じですね。北海道でさ、開拓された土地でしょ。網走とか韓国とかさ、網走韓国とかであれ開拓するときに犯人とか入れるところでしょ。その犯人たちに道作ってもらったりするんだよね。道作ってもらって、今ある北海道にあるほぼの道が何割かちょっと忘れたけど、結構の割合で囚人たちが頑張って作った道なんだよ。そうなんだよ。どんだけ寒くてもやる。マイナス30度とかおかゆしか飲めない。おかゆで、装備はこんなフル装備じゃない。わけあるかよ。寒くてもだからここで死んでたりとか、それで死んでたら死んでたでごめんなさいね。だからの高速かでそれで作ったんだよね。だから結構すごいよ。道路だったりとか物だったり、石炭とか、夢見る人間とか、ここに来て、頑張ってさ金稼いだりとか、結構栄えたりしてた駅じゃん。そうじゃないとこんなでかいもの作れないんだよ。そうだよね。何番線まであるんでしょ。ある。結構ホーム長いじゃん。ああいう蒸気機関車とか止まれたりとかするわけだから。それでただのね、30年40年前くらいの話だよ。でもっと釧路のところを見に行くと、寂しくて怖いというか寂しいところもある。それが地下道を通って反対側へ行くね。一度もいたことないけど、スラム街みたいな感じだと思う。繁華街とか言ってたんじゃないの？
繁華街よ。地下道です。これとかさ、誰かが描いた絵だったりとか、撮った写真とかさ、ここに展示していたりとか、昔こんな新聞いっぱいあるよ。いっぱいあるね。ね、そんな近くいなくても大丈夫だよ。なんかすげえ近いんですけど大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。なんで？早く抜けたいです。なぜ早く抜けたいんですか？この静かで長い空間が怖い。怖い。帰る時もう一回歩くよ。そりゃそうで。早くじゃあ引き返そう。なんか引き返すのわざわざ？これが私がよく言うあれですよ。ノサップの人工物の中に一人ぼっち立ってる寂しさってやつ。ね。こういうことだ。怖い。何も聞こえてない。人工物だけあって、ライトもない。周りも何もない。今建物の中じゃん。ノサップはこんな感じで、建物は全部廃墟。上の方全部天井で何もなくて、そんな感じです。彼女ビビってます。反対側行かなくていいの？人工物で廃墟の街。行くの？行きたいなって案内しますよ。めっちゃふてる。謎の声とか謎の音聞こえますね。鈴の音がする。困ってるかもしれませんね。怖い。帰るか？帰る。いいよ。一回手離して歩こう。一回手離して歩いてみて。お願い。一回手離して歩いてみて。楽しそうに歩いて。私の方に向くじゃなくて前を向く方だ。いやいや。なんで？話したらどっか行っちゃいそう。行かない。マジで行かない。何ですか？どうかしましたか？早く出よう。こんなまだ私ここ堪能してないよ。俺ここで3時間行けるわ。早く出よう。どこに？もう旅館戻るの？分かった。分かった。ね、じゃあ私ここで一回見るからミキ先に帰ってて。なんかすごいですね。あんま声ないですね。手つないで。寒いの？怖い？分かった。先に行く。先に。
ありがとうございました。いい運動でしたね。よかった。いい運動じゃ。お化け屋敷より怖い。うん？お化け屋敷より怖い。あれも廃墟だよ。わかる？まあバブルの遺産っていうのもあるよ、ここには。バブルの時にめっちゃ建てたやつが、バブル崩壊後に会社が破産して建物だけ残しちゃった、っていうバブルの遺産がある。だから人工物の中に何もないっていう感じだね。いろいろ感慨深いでしょ。廃墟って思ったら怖いんだけど、一つの人の歴史とか、一つの建物の人生とかみたいなものって考えたらこうなった理由ってあるよねって、その原因とか理由とかしていたら、こういう怖い建物はなんかかわいそうに見えてくるっていう話だ。だから寂しい街で私言うね、廃墟の街とかじゃなくて、夕張とかもいつか行ってみたい。そこも人が住んでて、でもなんか寂しい街なんだよねっていうのを、肌で感じてみたいなって思って。旅するっていうことはこういうことをするっていうことなんだよ。歴史を感じる。そう、その文化とか背景とかを知って楽しくなるっていう、なんだろう、賢くなるっていう自己満足ができる。こういうのを人に伝えると、なんかめっちゃいいよねって。だってこれ建てた時にみんないろんな夢とか希望とか詰まってるでしょ。そうだね。でもこうなっちゃったってことは、なんかの失敗があったりとかするんじゃん。それ学べるよねって話ですし、こことかも、全部腐ってしまうんでしょ。だってこれ駅目の前一等地だよ、駅目の前一等地ってこんな感じなんだよ今。暗いもんね。ライトついてない。何があったらこうなったんだろうっていうのは、普通に考えたいよ私は、考えてしまうよ、だから歴史の勉強はこうやってつながってくる。歴史は教科書で勉強するのが嫌だから教科書ってさ、ただ暗記してテストをやっていい点数取れたら OK ラッキーとか、学校行けるとか大学行けるとか、俺そういうのが一番無駄だと思うわ、だって別にそれ学んだところでテストのために使うんだったら何にもならないよ。歴史何のために学ぶんだろうね、人の過ちを二度と起こさないことを学ぶことでしょ、なのにそれをテストにするとか、もちろんテストにするっていうのは覚えるためにちゃんと覚えてるかどうかの確認だけど、それの本当に意味を中学生とか高校生とかにやらせるとかっていうのがなんかどうかと思ってるんですけど、結局なんだろう、いい大学入っていい企業入っていい就職先があって、それが良い人生につながるとは思えないし、むしろミキみたいなバカの方が楽しそうな気がする能天気で何も知らない方がいいかもしれないんだよね。だからそういうのも含めて、旅したくなるわけだ。旅したくなって、自分が知らない知識をしていく、賢くなるって自己満になるけど、そうやってさ
YouTube とかで発信したりとか、うんこういう歴史があってうんこういう教訓があってうんこうなっちゃったんだから、今ってさ日本のやり方ってうん何かの都市を発展させてめっちゃ金いっぱい稼げました、新エネルギーが出たから一気に新エネルギーの方にシフトしちゃったとか、今だったら電気自動車とかでしょ。でもともと存在する産業とかって全部崩してしまったんでしょ。そうだね。だって石炭とかで多分僕たち知らないかもしれないけど、石炭の時代だったらさトヨタみたいなメーカー絶対あるよね。絶対ある。国はそれを守ろうとしてたんでしょうね。でも今は石炭って誰が守ってるのかって話じゃない。だって釧路とかさ帯広とか、まあここら辺とか石炭とかいっぱいあるんじゃん。ある。でも掘り尽くしてもうポイ捨てじゃん。じゃあ今とかさそういうのってあったりするんでしょ。似たような政策とか。電気自動車とか作ってポイ捨てでしょ。そうよ。作ってポイ捨てしてたじゃあ昔のガソリンどうするんですかとか。結局歴史を学生さんたちに学ばせて官僚にならせて誰もそれを教訓として見てないじゃないですか。世界の教訓とかさ学べたら日本めっちゃ発展するんじゃん。そうだね。まあ一人の力でどうにかできるようなもんではないけれど、一人が動けばそう誰かが刺さるんだね。そうよね。だからテレビ動かなければ誰も動かないってことでしょ。世論動かなければ誰もしないって、国民バカだからさ何も分かってないんだよ。まあバカに育ったのがバカだからさ、バカはバカを育つでしょ。仕方がないじゃん。まあそんな感じでセコマでご飯買って帰ろうか。何の話なんだな。何の話なんだよ。大丈夫？また2回目今日3回目行ってよ。